さんこんにちは。今回は永住権を持って一人でアメリカに初めて入国した時の体験談をお話しします。タイトルにもあるように今回私史上最速で入国審査を通過することができました。私は今までエスタで3回、婚約者ビザ K1 ビザで1回、永住権で夫と1回アメリカに入国した経験があります。動画の最後には ANA ファーストクラスチケットをどうやって安く購入することができたのか紹介したいと思います。アメリカ在住の方は必見の内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。概要欄に目次も入れていますので、好きなところでスキップしていただいても構いません。では入国審査で何を聞かれたのかを早速お話ししていきます。今回はサンフランシスコ国際空港からアメリカに入国しました。審査官に聞かれたのはたった一つ。Do you have anything to declare? 申告するものはありますか？私はその場で持っていたものを見せて説明して、I have chocolate and I have alcohol drink from the plane とかなんかそんな風に説明をして、以上終了。OK, have a nice day っていうことで終了しました。たったの20秒で終わりました。イエーイ。今回は初めて永住権でアメリカに一人で入国したので、とってもドキドキしていました。しかしなんと想像以上に早かった。あっけなさすぎて、もう自分でも拍子抜けするくらいでした。質問の意図は何か申告するものはありますかということで、何か、関税申告を必要なもの、例えば1万ドル以上の現金、商売用の品物、高額なブランド品、食品や動植物なども当てはまるようです。でも私はそういうものを一切持っていなかったので、とってもスムーズに終わりました。ちなみに前回の入国は夫と2人での入国だったんですが、同じサンフランシスコからの入国でもその時はもう少し質問が多くて少し緊張しました。その動画も上げているのでぜひ見てほしいんですが、だいたい普段よく聞かれる質問としては How long were you in Japan? どれぐらい日本にいましたか？日本にいた場合ですけど、日本に行ってましたかとか What do you do? 仕事は何をしていますかなどを聞かれたりします。他にもお土産買ったとか、そんな質問を受けることがあります。などなど、このように何個か質問されるのが普通なんですよね。でも今回はたったの一つの質問で終わったので本当にほっとしました。永住権保持者はこんなにもスムーズに終わることがあるのかとびっくりしました。ただ注意してほしいのは、質問内容は審査官によるということ。永住権があるからといって必ずしも一つの質問で終わるとは限りません。ですがこういったリアルな体験談っていうのは、同じく永住権を持っている人だったりとか、アメリカに入国しようとしている人にとっては大事な情報かなと思っています。最近はいろんなニュースが出ていて、アメリカ入国に関しては様々な情報が錯綜していますよね。私も移民としてアメリカに入国するその不安がよくわかるからこそ、私のこの一つの体験談をお伝えしたく動画にしました。参考になれば幸いです。ここまで聞いてくださってありがとうございます。最後におまけ話ということで、今回は ANA ファーストクラスチケットをどうやって安く買えたのかということをお話しして終わろうと思います。今回私はチケットをたったの293ドルで購入することができました。日本円にすると4万3000円ぐらいになるかと思います。普通に買うと150万円くらいするチケットをそれだけ安く買えたのには裏技があるんです。もったいぶらずに言うと、実はクレジットカードのポイントを使って今回 ANA ファーストクラスチケットを購入しました。工夫次第でファーストクラスも手が届くんですね。まさにポイ活です。クレジットカードのポイントは飛行機だけではなくってホテルなどにも使えるのでとっても便利なんですよね。何よりアメリカは物価が高い分ポイントがどんどん貯まりやすいんですよね。ちなみに私と夫が使っているクレジットカードの情報は
概要欄に載せておりますので、興味がありましたらご覧ください。そしてファーストクラス機内の様子については前回上げた動画で紹介しています。その動画では私のアメリカ帰国に関して複雑な思いも語っていますので、ぜひそちらもご覧ください。今日の動画が少しでも参考になったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。